皆さんごきげんよう。前回、社門宗教としての仏教、ブッダですね、シャカムニブッダが、どのような目的で、その仏教という宗教をお作りになったのかというその一番基本的なお話をいたしました。意外に思われたかもしれませんが、仏教というのは、幸福な状況を実現するために努力する宗教なのではなくって、本当の心の安寧のためには、安楽のためには、何かを実現したいというその欲求を放棄する、捨てるところに初めて本当の安楽が訪れるという非常に、ユニークな、当時としては画期的な思想に基づく宗教なんですね。そういうことを申し上げました。でただしそれはもう普遍的に全ての人類に適用されるという意味ではなくって、世俗の社会がまずベースにあって、その社会の中で生きづらい、生きられない人たちを受ける受け皿として仏教という宗教はこの世に登場したのだということもお話をいたしました。それで今日のお話ですけれども、その仏教独自の目的ですね、それを達成するために、仏教の目的に進むための修行とは一体どのようなものか。社門ですから、お釈迦様も社門ですから、当然その修行というのは努力です。しかしその努力というのが、前回申しました通り、理想の欲求の充足を実現するための努力ではないわけですから、仏教の努力というのは普通に我々が考えている努力とは多少違ってくる、多少というか根本が違ってくるわけなんですね。でそこを今日はお話をしたいと思います。まずその、幸福な状態を実現するというごく一般的な誰もが持っている本能的な、この欲求を求めるための努力といった場合には、我々はそれを頑張るんだというんですね。頑張って手に入れるんだというわけです。例えば、そうですね、山のてっぺんに、高い山のてっぺんに宝物が置いてあると、宝箱がある。で、それが幸福の実現というその目標のその抽象化した形ですね。そういうものがあると、山の上にあるとします。で我々はそれを手に入れたいんだと、どうしても手に入れたいと、幸福を手に入れたいとで頑張るわけですね。でその場合にどんな頑張り方があるかというと、これはいろんな形があるわけです。例えば、崖によじ登ってなんとか山まで行くように一歩一歩登っていくんだという頑張り方もあるでしょうし、あるいは山の麓から、そのてっぺんまでまずは道路を作って、ジグザグの道路を作って、そして、登れるようにしてからそこに登ろうという考え方もあるでしょうし、もっと言いますと遠回りをして、例えば、飛行機のような空中を飛ぶような機械を発明して、それで山の上まで行ってその宝箱を手に入れるんだというふうに、ある特定の目標を手に入れるというその道筋のための努力というのはいろんな形がありうるんですが、その基本は全て頑張るということなんですね。つまり私が頑張って手に入れるぞという、そういう思いで向かっていくことになります。ところがこれ仏教はその目標が山の上の宝箱を手に入れることではないんですね。でそれはなぜかというと、山の上の宝箱を手に入れたとしてもそれは心の安楽にはつながらないということを主張するわけです。山の上の宝箱を手に入れると人は本当に安楽になるか。どうですか皆さん、どう思います？我々は山の上の宝箱を手に入れて最高の幸せを手に入れるとどう思うかというと、もっと幸せを手に入れたいと思うんですね。あるいは手に入れたこの宝箱を失いたくないと思ってそれを抱え込んで大事に守らなければならなくなる。それが心の安楽なのかというのがお釈迦様が考えた問いの第一歩ですから、
お釈迦様はその山の上の宝箱を目指して頑張ろうという努力は、真の努力としては考えないわけです。じゃあ山の上に宝箱があった時に我々の安楽の道は何なのかと言いますと、それは山の上の宝箱を目指して、その自分の欲求欲望のままにそれを目指すというその姿勢を消すことだということになります。ではその頑張りというのは努力ですね。努力というのはどのような形になるかというと、これはいろんな形で頑張って山の上に登っていく多様な道があるということにはならないんです。じゃあ何になるかというと、道は一つしかないんですね。その場合それは自分の心を変えるということになるんです。で、自分の心を変えるという道筋はこれ一つしかないんです。それは自分で自分の心を変えていくという道なのであって、そのための道がいろいろあってね、さっきの崖登るとか道作るとかいろんな方策があって、どの方法をとっても結局は同じ山の上に到着しますよという話にはならない。自分の心を変える道は一つしかないんです。でそれが社門としてのお釈迦様の努力の道なんですね。お分かりでしょうか。ですから私たちが普通に考えている何かの大きな成果を手に入れるために頑張るんだというそういうそのイメージは仏教が言うところの努力というものに合わないんですね。従いまして、仏教の修行というのは当たり前のことなんですが、自分で自分の心の中を変えていくというただ一筋の道へと集約しているわけですから、その修行の姿というのは自分で自分の心を変えようとしているその状態になるわけなんですね。よく仏教は苦行を否定する、苦しい行を否定する宗教だと言われるんですが、実はその苦しい修行というのは決してその痛いとか辛いとか暑いとか寒いとかそういう肉体的な辛さを意味するだけではなくて、この苦行の苦という言葉の中には頑張るという意味が含まれているんです。なんていうかな、がんって言って、自分で我慢しながら何かに向かっていくというそういう姿勢ですね。それをまとめて苦行という。そして仏教はその苦行ではない形で努力を続ける宗教だと言われています。ですから、仏教の修行というのはお釈迦様の仏像でね、仏教の仏像でこんな顔してる仏様っておられないです。みんな穏やかにしんとこう静筆な姿で座っておられる。あれは努力してるんですよ。あれが仏教でいうところの努力をしている時の姿。なぜならばそれはその努力は自分の心の内側に向かっているからなんですね。で、これをもうちょっと現代的に言いますと、我々が本能的に持っています欲望を充足したい、自分の欲望を実現したいというこれ本能です。これは決して悪人はそう思っているけども心の優しい人はそんなことを思わないって、そんなんじゃありません。人として生まれた以上、あるいは人だけではありません。あらゆる生き物として生まれた以上、全ての生命体は自分がより良い状態になるということを追求するという本能を持っているわけなんです。で仏教が言うところの心の安寧というのはその本能を、全部捨てるとは言いませんけれども、過度な部分、それが自分にかえって不幸をもたらすようなその部分をそぎ落とせというわけですから、これは大変実は難しいことを言ってるんです。自分で自分の本能をそぎ落とせということを言うわけなんですね。でそのために必要な手段、何を使ってそんな難しいことを成し遂げるかというと、それは精神の集中だ、瞑想だというわけなんですね。ここに仏教の修行の一つの大きな特性としての瞑想というその一つのスタイルが取り入れられていくわけなんです。それで今日はちょっとその瞑想、つまり精神集中とは何かということをもうちょっとお話をしたいと思うんですが、お話をする前にいっぺんね、
精神集中をしてみたいと思います。この YouTube ご覧になっている方にはもうプロのお坊様もたくさんおられるんじゃないかと思って、そんな方に瞑想をやってみましょうなんてのは、こういうのを釈迦に説法と言っても失礼なことなんですが、ただこの講座は一応きちんとその学生さんのための授業ということできちんとやっておりますので、まずはその若い学生さんに対してのお話だと思って、その他の方々はどうぞご勘定お願いいたしますけれども、ちょっと瞑想の試しにね、入門的なことをやってみましょうか。はい、それでは精神を1分間精神集中してみましょうか。よろしいですか。ちょっとやってみましょうか。今からチーンと音鳴らしますから、鳴ったら瞑想してください。1分間。そうです。時計がどっか行っちゃって1分かどうかよく分からなかったんだけど、ほぼ1分ですね。でなんでこんなことわざわざね、分かってるじゃない、座禅でしょっていう話なんですが、この後ちょっと説明をしたいので、わざとこういうふうに試しに体験していただいたんですけれども、面白いことを申し上げますが、私は今皆さんに精神集中をしてくださいと申したんですね。でそれしか言ってないんです。精神と集中という2つの単語しか言ってないんです。で何をどうするかといういちいちの手続きというか方法は何も言ってないです。でおそらくこの YouTube 見ておられる方はみんなが、私が精神を集中してくださいと申した時に「ふんふん分かりました」って言って、それで私がチーンと鳴らした時に目をつぶったりね、あるいはシーンと座ったりして何かなさったでしょ。ずっと1分間じっとしておられたでしょ。ところが私は精神と集中という言葉しか言ってなくて、それをどうしろという話は一つも言ってないです。しかも精神とは何か、あるいはその精神を集中するとは何かなんていう説明も全くしてないのに、それなのにこの画面を見ている人たちはみんなあたかも最初から精神集中ということを知っているかのように何かなさったわけですね。じっとなさったわけです。これは大変面白い現象で、私たちは精神とは何かなんて全く分かりません。そんな曖昧模糊としたものは。その曖昧模糊とした精神を集中するなんていう、もうとんでもないわけのわからんことを言われても、ちゃんとそれに応じた行動を取れるんですね。でそれは何かというと、実は我々は言葉で説明される前にすでに精神を集中するという行為を知っているわけなんですね。でここに精神集中瞑想という行為の不思議さがあるんです。実はこの瞑想という行為はおそらく間違いないと思いますが、
人間ホモ・サピエンスというこのある特定の生物種だけが持っている、あるいは意図的に行うことが可能な特殊な精神作用だと思うんですね。でそれを普段から我々はやってるわけです。日常からやってるわけです。だから精神を集中するということは言われなくたって体に染みついて分かってる行為なんですね。でそれを私がやってくださいと言ったので皆さんはやったというだけの話で、これを思いますと瞑想とか精神集中っていうのが極めて特殊ななんていうかな、宗教的な行為のように我々は思い込んでいますが、実は瞑想精神集中っていうのは私たちが日常に普通に行っている人間の一般的行為なんだということを実は知っていただきたいので、今ちょっとこういう変なことやってみたわけです。でこの瞑想についてはまだもう少し詳しくご説明をしなくてはいけないと思っていますので、今回のコンテンツはこれで終了いたしますが、瞑想とは一体どのような意味を持っているのか、そしてそれを、釈迦が自分の努力の基本的なスキルとして導入したその理由は何なのかということをもう少し詳しく次回ご説明したいと思います。じゃあ今日はこれで終わります。ごきげんよう。